こんにちは。イタリア・クレモナでバイオリンビオラチェロを制作しています八千代子です。今日は新作楽器の成長過程とその魅力について皆さんとシェアしたいと思います。また新作楽器をより早く成長させるための裏技もお伝えしたいと思うので、どうぞ最後までご覧ください。まずこちらの楽器は1年前に作った楽器なんですけれども、完成直後と今とではだいぶ音が変わってきています。楽器は完成したら終わりではなく、そこから楽器の人生が始まると思っています。最初生まれたての赤ちゃんのように音階を覚え、フレーズを覚え、そしてたくさんの共鳴を覚えてバイオリンはどんどん良くなっていくんですよ。新しい楽器はわずか20分30分と弾いているだけでどんどん音が開いていきます。っていうのも反応の良さであったり、響きの振動の伝わり方であったり、これは楽器全体が振動に慣れていくからだと考えられています。そして数週間、1ヶ月と弾き続けると、その変化はさらに大きくなります。音が伸びやかになり、倍音が増えて楽器全体が自然に響くようになります。ここで大切なのはケースの中に入れっぱなしなのではなく、毎日10分だけでも楽器を鳴らしてあげてください。そう、楽器は振動によって育つんですね。ここで楽器を育てるコツについてお伝えしたいと思います。まず一番大切なのは毎日できるだけ弾いてあげることです。長時間である必要はありません。たとえ10分でもいいので継続し楽器に振動を与えてあげてください。それが成長への第一歩になります。その上で常に正確な調弦を心がけてください。1に調弦、2に調弦。楽器は正しい音程で弾かれることで最も効率よく共鳴し、本来の響きを引き出しやすくなります。新作楽器はある程度しっかりとした振動を与えることで少しずつ反応が良くなっていくことがあります。もちろん無理に力を入れる必要はありませんが、遠慮せずに楽器をしっかりと鳴らしてあげることも大切です。具体的には弓に出力を加え、駒よりで演奏してみてくださいね。そしてもう一つ意識していただきたいのが、倍音を豊かに響かせる演奏です。開放弦や重音を取り入れたり、楽器全体が共鳴するようなフレーズを意識して練習すると、表板だけではなく裏板や側面も含めて楽器全体が振動しやすくなります。14音を弾くのが難しい方は開放弦を2本同時に鳴らすだけでも十分です。例えば G 線と D 線、D 線と A 線、A 線と A 線をゆっくり響かせるだけで楽器全体がバランスよく振動させることができます。こうした日々の積み重ねが少しずつ楽器を育て、数ヶ月後、数年後の豊かな響きへとつながっていくのです。3ヶ月、半年ぐらいしてくると、どんどん日数の乾燥も進み、楽器が引き締まってきます。この頃になると、割とその音も引き締まって輪郭がはっきりしてくるので、演奏者も少し楽器の性格が分かってくる頃かなと思います。本当びっくりするんですけども、オーケストラとかに楽器を連れていくと、練習前と練習後で全然音の響きが変わってくるのが分かるんですけども、やっぱり他の楽器と共鳴する
っていうことがまたさらにこうバイオリンを成長させる助けになっていて、ぜひもうどんどんオーケストラにも持って行って使ってください。ね、そうすることによってたくさんのこうバイオリンにはないこう振動を覚えて、こう他の楽器と共鳴していく、ハーモニーを作っていく、やっぱりどんどん引き込みの助けになっていくので、ぜひオーケストラでも弾いてあげてください。私が面白いなと思うのが、こう1年経ってまた3年経って5年経ってっていう風に楽器を見させていただいてるんですけども、本当にこうね、何千時間っていう振動を覚えて、楽器たちがあれこんな音してたっけっていうぐらいこう音の深みが増していたり、またその振動しやすくなってたり、余裕が生まれてたりっていうのを感じます。本当だいたいね5年ぐらい経つと、もう楽器の個性っていうのがだいぶこう現れてくるので、本当に面白い時期だなって思うんですけども、ぜひ皆さんも新作楽器こう選ぶ際にね、こう何に気をつけたらいいかっていうと、完成した直後がその楽器の音ではない、今からどんどん成長していく、その完成したところがスタートラインで、そこからずっと引き込みによって成長していくんですけれども、まずその何をポイントに選んだらいいかって言ったら、まず4弦のバランス、あとパワーがあること、特に低弦の方のパワーがあることで、反応の良さ、今80点でもその120点になる楽器があるので、最初から完成されすぎていて、そこから大きく変化しない楽器もあるんですけども、今80点、もう将来的には120点になるっていう楽器があるので、なのでその新作楽器を選ぶときは、この楽器将来的になりそうだなっていうその可能性を感じることもすごく大切になってきます。そして日々の引き込み、もうたとえ10分でもいいので楽器触ってあげてくださいね。弦楽器ってこれから200年300年っていう長い長い時間を生きていくので、生まれたての楽器の個性をこう自分が参加して作り上げていくって楽しいことだなと思うんで、新作楽器引き込んであげてください。200年300年後、あなたの育て上げたバイオリンが歌う、むちゃむちゃロマンチックな話だと思いませんか？新作楽器の魅力、少しでもお伝えできたら嬉しいです。そして栄光に育つように、ぜひこまめに調弦、そしてちょっと弓圧をかけた練習、重音、開放弦、オーケストラで共鳴、ハーモニーをたくさん吸収して、より素敵な楽器に成長させてあげてください。今日の動画いかがでしたか？あなたのバイオリンはどうですか？ぜひコメントで教えてくださいね。それではまた次の動画で。チャオチャオ。